世界のジャパンチャンネルへようこそ。日本人は時間に厳しい。私たち日本人もそう思っていませんか？世界の人から見ても日本人にこのような印象を持っている方は多いようです。遅刻に厳しかったり、時間通りに会議が始まったりと、何かときっちりしている印象ありますよね。その代表とも言えるのが電車のダイヤではないでしょうか。時刻通りに駅に到着し、秒単位で管理されたスケジュールによって運行されている。この交通機関のおかげで時間通りに動くことができていると言っても過言ではありません。しかし、日本の鉄道のダイヤがミスで乱れてしまったという事件も発生しています。日本人にとっては大きな問題ですが、これに対して海外の反応は日本人と大きく異なるものでした。今回は日本の鉄道で起こった時刻よりも早く出発してしまった電車のニュースと、このニュースを知った海外の人たちの反応を私、白鳥さんのナレーションでご紹介させていただきます。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。JR 西日本の琵琶湖線能登駅で電車が所定時刻より25秒早く発車し、数人の乗客が乗車できずにホームに取り残されるアクシデントが発生しました。 JR 西日本によると、1人の乗客から報告を受け判明したそうで、総発が起きてしまった原因は車掌が発車時刻を勘違いし、所定時刻より早く出発合図を送ってしまったことが原因とのこと。総発により乗客に迷惑をかけてしまったことについて、 JR 西日本は自社のホームページに謝罪文を掲載したのですが、そのことがイギリスのインデペンデント紙に取り上げられるなど世界的に話題になっていました。そもそもヨーロッパでは10分以内の電車の遅れは乗客にも報告されなかったり、6時間遅れで電車が到着しても何もアナウンスされなかったりと、時刻通りに電車が動くことの方が珍しく、たった25秒の総発で謝罪文を出した日本企業に驚きの声が上がったのです。この問題に対して海外の人からはどのような反応があるのでしょうか。それでは一緒に見ていきましょう。海外の反応。25秒早く出発しちゃったことを謝罪したって？平行世界、あるいは別次元で起きた出来事だろうな。フランスじゃそんなこと絶対にありえない。日本人がこっちの鉄道を使ったら失神するかも。ルクセンブルクじゃ電車が規定の時間に来る方がありえないよ。そうそう、南アフリカでも夢物語だわ。時間通り電車が来るなんてラッキーなんて次元じゃないもの。日本人を招待してイギリスの鉄道も一新してもらおう。そうすればこっちの鉄道も良くなるかも。驚くようなことじゃない。これが日本さ。前にグレートノーザン鉄道が2分早く出発したんだけど、駅員に言ったら、あなたはもう5分早く駅に着いておくべきだったねとでも言いたげな態度を取られたよ。日本は丁寧だな。こっちの鉄道はくしゃみの衝撃で故障して遅れるぜ。日本人はカリカリしすぎだよ。一部の声のでかい人間のおかげで謝罪に発展するって、こっちだけじゃなくて日本みたいな穏やかな国でも起きるんだな。でも駅員に押し込められるような鉄道を俺は使いたいとは思わないな。東京で暮らしている頃に電車が遅れたことがあったんだけど、その時まず頭に浮かんだのは、俺の時計ずれてるかなってことだったよ。日本の電車が正確すぎてね。日本の公共システムはアメージングだ。私も日本で暮らしてたことがあるから、この話を聞いてむしろ日本に戻りたくなっちゃったわ。フランスの鉄道は遅れてばかりだから、そもそも総発自体起こらないんだよね。不満を言おうものなら怒鳴り返されるしな。私の国なんて17時間動かなくてもその理由を説明すらしないわよ。私は別に電車が遅れようが早く出発しようが気にしないけどね。賠償さえしてくれれば。
日本人は何かミスを犯すとちゃんと自分の非を認めるもん。残念ながらこっちでは見られないことだよ。でも日本って私鉄ですら尋常じゃない運行本数だから1本逃しても全然問題ないと思うけどね。フランスも日本並みのインフラになればいいのに。時間を徹底的に守ることこそ日本の効率性の象徴さ。俺たち全員が日本人を見習うべきだよ。5年前ベルリンに行った時ブリザードが発生してて、その影響で電車が時間通りに到着しなかった。そしたら駅員の人たちがプラットフォームに来て乗客一人一人に謝罪してたよ。あの時を思い出すな。日本の基準なら俺の国の鉄道職員は全員即刻クビだろうな。機会があったらベルギーの電車に乗ってごらん。遅れても来ることが素晴らしいって思えるよ。だって毎年30日間ストが起きてるからね。前に日本企業で働いてたんだけどすごく良かった。人に敬意を払うこととか時間と規律を守ることはきっと日本人の DNA に組み込まれているのね。もちろんフランス人の方が優れている部分もあるけど日本人からインスパイアされることは多いよ。インドの鉄道は謝らないよ。たとえ10時間遅れても。フランス国鉄を民営化しよう。そしたら日本人にマネジメントしてもらえる。イギリスなら電車が走ってるだけで感謝すべきだぞ。おいおい、一体これは何百年後のニュースなんだよ。嘘だろ。さすが世界でも進んだ社会を持つ国の一つだ。俺も日本に生まれたかったよ。日本では25秒のミスさえ許せないのか。まるで違う惑星の話を聞いているかのようだ。こういうのは真の先進国ならではの問題だな。日本では時間厳守とプロ意識が異常なくらい重んじられているからね。敬意に満ちた素敵な国さ。公共交通システムで日本に勝てる国はない。25秒の総発で謝罪なんて大げさに聞こえるかもしれないけど、こうやって時間を守る意識を徹底させることで日本の効率的な交通システムは守られているわけだよ。日本の前では他国は赤面するしかないよな。以上が海外の方からの意見でした。時間に正確な日本人というイメージは世界的に広まっているようですね。しかし江戸時代の文献には日本人の悠長さといったら呆れるくらいだというオランダ海軍の記録が残っているほど日本人はもともとは時間にルーズだったのです。こんなにも時間に厳しい国民性を持つ日本人がルーズだと言われていたなんて驚きですよね。ではいつからこのような国民性に変化していったのでしょうか。西欧では14世紀にかけて機械時計が登場し、15世紀にはそれに基づいて1日24時間に等分する定時法が一般社会に普及したと言われています。一方日本人は中世から近世にかけて日の出から日没にかけて6等分する不定時法が用いられ、庶民にとっては自社の鐘の音が時間を知らせるためのほぼ唯一の手段だったのです。今思えばなんてざっくりした時間の捉え方なのでしょうか。すでに分単位で時間を捉えていた欧米人に対して日本人は約2時間単位で時間を捉えていたとなると、外国人が当時日本は時間にルーズな印象を持っていてもおかしくないですよね。しかしその後明治維新から40年弱の間に日本人の時間感覚も分単位に変化していきました。その要因は近代化による社会インフラの整備です。工場、学校、鉄道といった社会インフラが次々と出現したことにより、時間を正確に守れないと厄介なことが増えたのです。学校は時間を区切り、児童を一斉に着席させなければ授業は成り立ちませんし、工場の就業時間も正確でなければ業務が滞ってしまいます。中でも鉄道は定時運行しなければ事故などを起こしかねないとされ、開通したばかりの頃は発車15分前には停車場に来て切符を購入し、5分前には停車場が締め切られていた路線もあったそうです。もともと時間にルーズだった日本国民に対する明治新政府の時間厳守に対する強い姿勢が見受けられますよね。
日本人の時間に厳しい国民性はこのようにして根付いていったのです。今では海外からも驚かれるほど正確になった日本のダイヤ。乗客も時間通りに電車が来ることが当たり前になってきていますが、むしろ乗車する我々は少しルーズになって広い心で電車を利用できるといいのかもしれませんね。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。